いやー、スーツ姿の男性って素敵ですよね。シルエットまで気を使ってバシッと着こなすのは本当にかっこいいと思いますが、やっぱり私が気になるのは時計なんすよね。いくら素敵なスーツを着ていても時計をしてなかったりすると非常に寂しく思います。いや、スーツにこだわる方は時計にもこだわるか。はい、というわけで今回はビジネスマンの皆さんに送るおすすめ腕時計9選ということでやっていきたいと思います。それで最初にどういうコンセプトで選んだのかっていうのを簡単に紹介したいんですが、コンセプトは2つです。一つはビジネスマン向けということで皆さんいろんな格好で働いているかとは思いますが、ビジネスマンといえば多くの方がスーツを着ているだろうと勝手に想像してスーツに入るような時計ということで選んでおります。で、もう一つなんですけど、基本的にシンプルなドレス寄りの時計になるんですが、華やかになりすぎないものを選んでいます。というのも日々使うものなので、あんまり派手だと目立ったりいやらしくなってしまうので、ある程度控えめだけど綺麗なものを考えました。という感じのコンセプトなんですが、あとはですね、なるべくいろんなタイプの方にはまるようにっていうことで4つのカテゴリーに分けておりまして、それがですね、エントリー価格帯の時計、超絶真面目な時計、そうは言っても程よくシャレっ気がある時計、そして激推しナンバーワンウォッチという形でカテゴライズしております。なので自分に合いそうなやつはどれかなと思いながら見てもらえると嬉しいですね。はい。ここまで長々説明させていただいてますけど、勘のいい方はお気づきだと思いますが、今回こちとけ気合入ってんじゃねえかと、お前さん気合入ってんじゃねえかと、そういう声が聞こえてきたり来なかったりしてるんですが、そうなんですよね。もうですね、今回に関してはよっしゃ気合入れてやるぞと思って、なんと柄にもなく全部で9本も選んでしまってですね、しかもどれも好きなやつなのでそれなりに喋ろうと思ったので結果長くなっちゃったんすよね。ってことで2回に分けまーす今回はエントリー価格の時計と超絶真面目な時計を紹介しますので、ぜひ次回も合わせて見てもらえると嬉しいです。はい。というわけで最初はエントリー価格のものを紹介したいと思います。エントリー価格帯の時計は2本選んでおりまして、こちらはですね、比較的手の届きやすいお値段なので、いろいろな方におすすめしたい感じですね。はい。それで早速ですが、1本目はロンジンのマスターコレクションですね。これは2023年発売の新しいモデルでございます。ブレゲ数字に三振スモセコ。デザイン的にはシンプルでややクラシック感があってスーツに合うんじゃないかと思って選んでみました。しかもただおしゃれな時計ですねで終わらないロンジンらしいこだわりを感じる時計なんですよね。そこがいいんですけれども、これシンプルな三振かと思いきや非常に凝ったことをやっていまして、インデックスがエングレービング加工されていたり、ダイヤルカラーによってダイヤル表面の仕様が違っていたりするんですね。シルバーカラーの文字盤にはサンドブラスト仕上げ、サーモンカラーの文字盤には垂直のブラッシュ仕上げ、アンスラサイトの文字盤は脂肪加工になっています。これですね、なかなかこういう感じのものは見かけないので、この仕様はいいですよね。ただダイヤルカラーを変えるだけじゃなくて、こういう細かい違いがあるところは好印象ですね。さらにですね、見た目がいいだけではなくて、このエタベースのムーブメントもいいんですよね。シリコン製のヒゲゼンマイが使われていて、温度変化や時期に強い、さらに72時間のロングパワーリザーブ、非常に使いやすいスペックになっています。このあたりは安心と信頼の得たというところで、さすがスウォッチグループですね。この価格でこのスペックのムーブメントを載せられるのはスウォッチグループの強みだなと思います。ちなみにサイズは 38.5mm とやや小ぶりになっていて、これもまたいい感じです。デザイン良しで使いやすいスペック、しかもカラーバリエーションもありつつ、ただの色違いではない。このモデルはロンジンが結構力を入れて投入してきた感があって好きですね。はい。では次ですね。エントリー価格帯の時計2本目はノモスグラスヒュッテのタンジェントでございます。これはですね、過去に紹介した動画を作ったことがありますので、詳しく知りたいよという方はぜひそちらもご覧いただきたいんですが、
この時計を一言で言うと、ドイツ時計の魅力たっぷりってことなんですよね。グラスヒュッテというのがドイツの時計製造の聖地みたいなところですので、そのドイツの良さを感じていただけると思います。それでまずデザインに関して言えば、ドイツのおなじみバウハウスデザインであるということですね。合理的であり機能的でありながら非常に美しいというのが特徴なんですが、タンジェントのデザインはシンプルで視認性が良く、さらに薄くてつけ心地がいい。それでかつバランスが取れていて、この時計からはいわゆる機能美を感じますな。このデザインはタンジェントの最大の魅力だと思いますね。ここでですね、以前軽めに事故ったところではありますが、このデザインをラーメンで例えてみますと、塩ラーメンですな。ちなみに前回はカルティエのタンクを醤油ラーメン、ブルガリのブルガリを豚骨ラーメンだと例えたんですけれども、なかなか伝わらなくてですね。この感覚に共感してくれる方を大募集します。はい。それでですね、この時計はデザインだけではなくて、ムーブメントにもドイツ的な要素が詰まっております。4分の3プレートやグラスヒュッテストライプ、サンバースト仕上げなど、ドイツ時計らしい印象が見られますね。そしてこの他にも、青焼きされたネジ、ハック機能、そして高級機に採用されるトリオビス環球芯まで使われていて、同じ価格帯の時計と比べてムーブメントに力が入っているなぁと感じます。しかもノモスはほとんどの部品を自社製で賄っているっていうのもポイントが高いです。ちなみにこのムーブメント、エタの名機7001の設計をベースに作られていまして、その流れを組んでいて、かつドイツ仕様にブラッシュアップされているので、なかなかいいと思いますね。デザインもムーブメントもドイツ的で、しかもこだわりを感じるっていうところで、この価格帯でなかなかこういうものもないんじゃないかと思いますね。はい。というところで、エントリー価格帯のおすすめモデル2本紹介してみました。まあエントリーといってもそれなりのお値段するんですが、仕事用に少しいい時計を使いたいっていう方は、まずはこの辺りを見ていただけるといいのではと思います。あとはですね、エントリー価格なので機械式時計に興味が湧いて1本目検討してますっていう方ですね。スーツに合いますし、カジュアルなファッションも格上げしてくれるのでおすすめです。が、本音を言うと、ラグスポ的なブレスレットモデルの時計なんかが汎用性が高くていいんじゃないかとも思います。買ってみたら意外と使いどころが限られるってなったら残念なので、普段の服装を踏まえてよくよく用途を考えてから選ぶことを全力でおすすめします。はい。では次行ってみましょう。お次はですね、超絶真面目な時計ですね。イメージ的にはお堅いお仕事の方がつけていると似合うんじゃないかなと思いながら選んでみました。で、こちらもですね、2本の紹介でございます。はい。では1本目なんですが、1本目はジャガールクルトのマスターコントロールです。こちらは2020年に発表されたモデルでございます。いやー、これはもう見た目からして真面目、ガッチガチなお堅いオーラが漂ってますよね。新幹線のアイスか。はい。それでまずはデザインを見てみますと、華美なところは一切ないですよね。特にインデックスを見てもらいたいんですが、アラビア数字とくさび型のインデックスの組み合わせ。このアラビア数字、フォントによってイメージがだいぶ変わると思うんですけど、ブレゲ数字みたいな華やかさが全くないですよね。これがすごく真面目な印象を与えています。しかも全般的にクラシックな要素をふんだんに詰め込んでおりまして、タイムレスな魅力を放っております。そしてジャガールクルトといえばムーブメントですよね。搭載されているのはキャリバー899。これがですね、従来のものよりもかなりパワーアップしていまして、いくつか挙げますと、シリコン製の脱芯機になったり、香箱が改良されたりしております。その結果、対峙性能が向上。あとはパワーリザーブが70時間に伸びたりと、現代的なかなり使いやすいスペックになりましたね。そしてですね、これまでのキャリバー899っていうのが時刻合わせの時に張り飛びするっていう欠点があったんですね。それがこのムーブメントでは解消されています。どうやら2番車に弾性のある素材が使われているかららしいんですが、まあとにかくですね、もろもろ改良されて非常にいいムーブメントになりましたね。価格に関しては先ほどの2本と比べるとだいぶ高額になってしまうんですが、ジャガールクルトといえば歴史あるマニュファクチュールでして、
外装とかムーブメントとか随所にブランドのこだわりを感じることができるんじゃないかと思います。このマスターコントロールはすごくかっちりとしていて、ジャガールクルトの技術屋っていうイメージとすごく合っていておすすめでございます。はい。ではもう一本の超絶真面目な時計に行きたいと思いますが、2本目はですね、グランドセイコーの SBGM221 です。これなんですけど、真面目な時計といえばグランドセイコーですよね。そこはいいんですが、グランドセイコーってそういう時計がいっぱいあるんで、はっきり言ってしまえばどれ選んでも間違いない終了って感じなんですが、今の気分で選ぶとすれば SBGM221 かなと思いまして、それで取り上げました。で、なんでこれなのかってことなんですけど、前に大谷選手がドジャースの入団会見で使っていた時計を紹介する動画を出したんですが、その中でどの時計つけてるのかっていう候補の一本にこれがあったんですよね。で、結局は別のモデルを着用していたんですが、これいいなぁと思っちゃいまして、いやー、ミーハーなんだわはい。では、このモデルなんですけれども、まず触れなくてはいけないのは GMT 機能でしょうか。この機能は2つのタイムゾーンを表示できるもので、青い針が第2時間帯を24時間表示していますね。ワールドワイドでグローバルに活躍するビジネスマンの方にこの機能はおすすめですね。それでデザインとしてはダイヤルカラーがアイボリーになっていたりして、全体的にクラシックなテイストなんですが、 GMT 機能があるおかげで単調にはならずにダイヤルに凝縮感が出ておりますね。針とインデックスもとっても立体感とボリュームがあってすごくいいバランスだと思います。このあたりはグランドセイコーの良さをすごく感じるところですね。しかも外装はとても綺麗にできておりまして、価格以上の高級感を感じられると思います。そしてムーブメントなんですけれども、キャリバー QS66、グランドセイコーのメカニカルムーブメント、しかもパワーリザーブ72時間。このあたりはですね、グランドセイコーらしい信頼性の高い仕様になっておりまして、派手さはないんですが、そこがまた実直な感じがしますな。そんな感じでですね、グランドセイコーの落ち着いた大人な雰囲気がありながら GMT という面白い機能がついていたり、それがデザインのアクセントになっていたりと、気の利いた感じがあっておすすめの時計でございます。はい。というわけで超絶真面目な時計2本紹介してみましたが、こういう真面目系と言いますか、クラシックなモデル、何がいいかと言いますと、長く使えるんですよね。流行り廃りがないので、10年後、20年後も変わらず使えるデザインなんですね。というより、むしろ年齢を重ねていくとより馴染んで似合うようになると思います。だからこそおすすめでございます。はい。ということで、今回はビジネスマンにおすすめしたいエントリー価格帯の時計と超絶真面目な時計を4本紹介しました。次回はですね、後半ということで、残りの程よくシャレっ気がある時計と激推しナンバーワンウォッチを全部で5本紹介していきたいと思います。では今日はこの辺で、みんなあったかくして寝ろよ。先日の動画でコメントいただいたんですけど、ショパールの LUC1860 のダイヤルカラー違いが出たらしいですね。情報ありがとうございます。それで50本限定らしいんですが、ゴールドのダイヤルでなかなかクラシックな感じでした。あんまり定番的な色ではなかったので、がぜん新作で新しい色が出るかどうか楽しみになりました。そんな感じです。はい。それでは。